通勤通学中の皆様おはようございます。トクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ディズニーカンパニーからの話題になります。今回ですね、このディズニー、なんとですよ、アラブ首長国連邦の首都アブダビにディズニーパークを建設するという発表をしまして、こちらが大変話題になっています。これはですね、単純に7番目のディズニーランドが建設されるというだけの意味ではなく、LGBT が許されない国でディズニーがどのように折り合いをつけるのか、ここも注目されているんですね。これにより、さすがにこれは偽善的すぎるんではないかと批判されてしまっているというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこのニュース、お聞きになりましたかね。なんとですね、このディズニー、7番目のテーマパークを、アラブ首長国連邦の首都、アブダビに建設すると発表いたしまして、これがね、大きなニュースとなりました。これにより、一時ね、株価も 10% ほど上昇しまして、皆さんもね、このニュース、耳にしたんじゃないかなと思います。まずこちらね、ざっくり概要を見ていきたいと思います。ディズニー、アブダビに新テーマパークを計画。これまでで、最もテックフォワードなリゾートに。ということで早速ですが、こちらですね。テックフォワードとあります。こちらが本日のキーワードになります。forward。まずね、こちら、フォワードですが、これはね、前方へという意味ですよね。スポーツのポジションなんかでもね、フォワードとして使われますが、これがね、こちらにあります。テックフォワードとなると、テクノロジーとその変化を常に先取りするということで、最先端のテクノロジー志向のという意味になるんですね。ですので、例えばね、この前がテクではなくてファッションになれば最先端のファッションとこのようになるわけです。ということで、こちらはディズニーアブダビに新テーマパークを計画。これまでで最も先進的なテクノロジーのリゾートに。ウォルト・ディズニーカンパニーはアラブ首長国連邦のアブダビに新たなディズニーのテーマパークとリゾートを建設する。この新たな施設は同社にとって世界で7番目のリゾートであり、中東地域では初となっている。ディズニーの CEO ボブ・アイガーは、これは本物のディズニーであり、同時にアラブ首長国らしいものと位置づけている。ディズニーエクスペリエンス部門の会長ジョシュ・ダマロは、この新しいパークとリゾートについて、同社史上最も現代的な、これ映画だったらやばいですね、最もモダンなとね、どこかの歌を思い出しますが、皆さん毎日聞いてくれてるようでありがとうございます。最もモダンな場所になると語っている。また同時に最も先進的なテクノロジーのパークになるとも述べている。ということでね、今回アラブ首長国連邦の首都アブダビですね。ここにですね、7番目のリゾートとなりますテーマパーク&リゾートを開発すると、このように発表しました。で、一応ですね、様々なメディアね、これ報じているんですが、ディズニーランドというところもあれば、一応ね、ランドとは言わずにテーマパークと言っていると、そういうメディアもあるようですね。そして、最もモダンで、テクノロジー的にね、最先端のテーマパークになると。アブダビは、伝統と革新が出会う場所であり、過去を大切にしながら未来を創造しているのです。家族が永遠に大切にするような魔法の瞬間と記憶を生み出すことでしょう。アブダビは世界に選ばれる観光地であり続けるのです。そして皆さん、以前もね、こちらお伝えしたの覚えてますか？このディズニーですね、プライドナイト、今年もね、開催するということで、現在ですね、このディズニーの姿勢というのがあまりにも矛盾してるんじゃないかと、このダブルスタンダードを突かれてしまっているんですね。まさに、いいとこ取りの極みとも言える驚くべき展開で、ディズニーは同じ日にアブダビの新テーマパークとディズニーランドのプライドナイトイベントの両方を大々的にアピールした。5月7日、ウォルト・ディズニーカンパニーは1日にして2度も注目を集め、企業としてのダブルスタンダードを繰り出した。つまりね、これ何を言っているかと言いますと、今回ですね、新たなディズニーリゾートの地として選ばれましたアラブ首長国連邦というのは、この LGBTQ というのはご法度中のご法度なんですね。そしてね、皆さん記憶に新しいと思います。こちらですよ。米ウォルト・ディズニー傘下のピクサーが制作したアニメーション映画、バズ・ライトイヤーがアラブ首長国連邦で上映禁止になった。有名なトイストーリーシリーズの作品なので、子供向けアニメで何が引っかかったのかといるかしく思っていたところ、女性同士がキスしているシーンがあり、これをアラブ首長国連邦が問題視したのだという報道があった。アラブ首長国連邦は女性同士だろうが男性同士だろうが同性愛は受け入れないという立場らしい。ディズニーあるいはそれ以上に傘下のピクサーは民族や性の多様性を重視した作品を作り出している。近年は子供向けの作品だったとしてもゲイやレズビアンのキャラクターを登場させるようになっていた。そのため同性愛に対して拒否反応が強いアラブ諸国ではディズニー作品をボイコットする動きまで出ている。最高宗教権威であるアズハル学院も子供向けの娯楽を通じて
同性愛という不道徳な犯罪をムスリム社会に浸透させようとする組織的な計画に警告を発した。そしてここですね、ライトイヤーに関しては中東あるいはイスラム圏ではこの対応に同調する国がある。レバノン、エジプト、クウェート、モロッコ、マレーシアなどで上映禁止になっている。ということでですね、皆さん、今回ですね、何が起きているかと言いますと、このディズニーはですね、ライトイヤーが上映禁止になったこのアラブ首長国連邦に、普段からですね、この LGBT 全開のディズニーランドですね、これを建設しようとなったわけですよ。これを本来はね、プライドパレードをする、LGBTQ を擁護する、そういった姿勢をとっているのであれば、一番行っちゃいけない場所なんですね。ここに反対の姿勢を示すべき企業なんですよ。それがですね、なぜかここだけね、人格が変わってしまったかのように、先ほどのね、こちらの記事にもありました。アブダビは伝統と改革が融合する場所であり、過去を守りながら未来をデザインする場所だと。ちなみにね、これをやってしまった場合は、非常に重い刑というのが待っていまして、男性の同性愛に関しては、場合によっては、刑になると。このレベルでやばいことなんですね。もっと言うとですね、皆さんこちら覚えてますかね？このディズニーというのは、フロリダでね、こちらにあります、教育における親の権利法ですね。これ左派は同性芸法案と言いまして、右派は反グルーミング法と、このように言っておりますが、つまりは学校における性的指向、性自認に関する議論を制限する法案と、これに会社ぐるみで反対していたんですね。そしてその結果、このディズニーカンパニーは、フロリダ州ともう長年にわたる法廷闘争を繰り広げておりまして、もう大変なことになっていたんですよ。わかりますか？州の法案に一つの会社が反旗を翻して、それがきっかけで法廷で争うことになったんですよ。以前ちらっとね、ディズニー上層部のヤバすぎるオンライン会議見ましたね。あれはまさにね、フロリダ州知事を悪魔のように言っておりまして、この同性恋法案に反対するものだったんです。ですので、このディズニーカンパニーというのはですね、このね、アラブ首長国連邦というのは、一番行っちゃいけない場所なんですよ。本来であれば、フロリダと同様に、LGBT の権利を守るために、戦わないといけないんですね。なんですが、このディズニーは、フロリダ州とは戦うが、アラブ首長国連邦は、伝統と革新が融合する場所と称えていると。じゃあ、このディズニー、これをね、どのように折り合いをつけているのと、これ気になりますよね。まず最初に公式発表があった。ディズニーが個人の自由が厳しく制限され、プライドナイトのようなイベントが決して開催されることのないアラブ首長国連邦の奥深く、アブダビに新たなテーマパークを建設するため提携するという内容だ。そしてそのわずか2時間後、アメリカ中のスマートフォンにプッシュ通知が表示された。そこには、喜びあふれるアフターアワーズパーティーにご参加くださいと書かれたディズニーランドアフターダークプライドナイトの誇らしげな宣伝があった。ということでね、それがね、こちらのスクリーンショットになるんですが、この発表した同日ですね、このディズニーはですね、すごいですよ。アラブ首長国連邦にディズニーパークを建設しますと言った、その足でですね、プライドナイトを宣伝していると。このようにですね、もう臆面もなくダブルスタンダードで行きます。つまりはこのように宣言してるんですね。これ、何の信念もないということです。フロリダでの一件は一体何だったんでしょうか？あれね、ボブ・チャペックがね、一応やり玉に上がりますが、あの時 CEO だったんでね。あれ、ボブ・アイガーでも同じですからね。あの人はあの時ね、うまいこと後ろに隠れていましたけど、結局はね、前にいても同じです。これ一体何なのとなってしまってるわけですよ。こちらね、ディズニーの実際のポストですね。中東のゲイプライドディズニーパレードが待ちきれない。ここね、爆笑と言ってますが、地球上で最も偽善的な場所。もうまさにこれですよね。アブダビのディズニーランド。もうこの言葉自体がすでに矛盾していると。つまりは褐色の白雪姫ですよ。ディズニーは子供たちに無理やり押し付けているのに、アラブ首長国連邦には違法なテーマパークを建設している。アブダビのプライドデーの逮捕劇が待ち遠しい。これを見るだけでも訪れる価値があるかもしれない。アメリカのパークで LGBT を強制しなければならなかったのは残念です。汚い偽善者ども。ここまさにね、先ほどの件言われてますね。2022年、グルーミング問題で皆さんはデサンティスに猛烈に反対しました。じゃあ女性の来園者はブルカをつけなきゃいけないの？スプラッシュマウンテンを人種差別的だと30年も経ってから言い出して潰した連中が女性を抑圧する国に丸ごとテーマパークを建てることに全く問題を感じていないんですか？ディズニーの完全な大炎上劇だ。ディズニープリンセスのパレード。信じられないほど勇敢ですね。フロリダでは同性芸法案という偽りの法律の下で苦しんできたのに、まさに同性愛になるな社会に足を踏み入れるなんて、私たち同性愛はいけないんですね。そこでプライドデーをやるつもりですが、ここで LGBTQ の活動を見るのが待ちきれません。はい、ということで本日はですね、ディズニーカンパニーがなんとアラブ首長国連邦の首都アブダビにテーマパークを建設することを発表し、そのダブルスタンダードぶりに批判が殺到しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？以前からね、このキャスティングをめぐる騒動でも
このディズニーのダブルスタンダードぶりというのは、散々言われてきたわけですが、今回はね、これ、テーマパークで、この指定というのが露呈したという形になるんですね。自治権を失いながら、あれだけ大騒ぎしたフロリダの騒動とは一体何だったんでしょうか。皆さんはこれについてどのように思われますか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。